紀平梨花16歳。彼女の得点源となっているのは、女子では数人しか飛ぶことのできない大技トリプルアクセル。躍進を支える武器について、トリプルアクセルさんのおかげで繊細に分析していろんなことをするようになったので、トリプルアクセルと共に歩んだ今シーズン、日本フィギュア界のニューヒロイン、成長の秘密に迫った。紀平は今シーズンシニア参戦1年目にしてグランプリシリーズを2連勝。迎えたファイナルではトリプルアクセル、ファイナルで決めてみせました。トリプルアクセルを武器にショートで世界最高得点をマーク。フリーでもトリプルアクセル、ダブルトーループ、しかもコンビネーションにしてきました。とてつもない重圧の中で16歳が果敢に挑んでいきました。紀平の得点は150点を超えました。そしてトータル13点。この瞬間、16歳グランプリファイナル初優勝。日本人では浅田真央以来13年ぶりにシニアデビューシーズンでファイナルを制覇した。今シーズンの躍進について松岡修造が聞いてみると、グランプリファイナルもそうでしょうし、ザギトワを破ってっていろんな経験って全部勝ってきたわけですよ。どうでしたか？今シーズンもほとんどもう調整不足で何とかして試合に合わせてきてたので、はい、もう本当に奇跡の繰り返しが今シーズン。意外にもこれまでの勝利を奇跡と表現する紀平。実は今シーズントリプルアクセルに21回挑戦し、成功は11本、成功率は5割ほどにとどまっている。それでも結果を残している理由、試合だけでは絶対に合わすというところを学んできたのが今シーズンでもあったので、今の段階で紀平さんはトリプルアクセルさんに何て言います？繊細に分析していろんなことをするようになったので、大雑把な性格でもあったのに、ここまで繊細に細かくなったのもトリプルアクセルさんのおかげだったと思うので。おかげなんだね。時に自らを苦しめていたトリプルアクセルだが、一方でその存在があったからこそ自らを繊細かつ冷静に分析し結果につなげてきたのだ。それを象徴する出来事がグランプリシリーズ2戦目。この大会2本挑戦したトリプルアクセルをどちらも失敗。試合後その原因をこう分析していた。こういう夜遅い時時差ボケもあるし、やっぱり全然筋肉がうまく合ってなくて、もう何も飛べないんじゃないかって思うぐらい足がなんか力に入らなくて。シニア1年目の紀平にとって海外での夜の試合はほぼ経験がなく、体を完璧に調整することができなかったという。16歳なりにこうした原因を突き止め、次の試合に生かそうと考えていた。
するとこのわずか2週間後のグランプリファイナルで、この前は6時ぐらいに起きてしまって8時過ぎとか8時半ぐらいに試合だったので、もう体が持たなくて、もうすごく疲れた状態で、その分昼寝もしたり、もう今回はそこだけは問題ないようにしていきたいと思ったので、調子を保ったまま、あとはそういうその日の調整をしっかりやりたいです。ショートの開始時間はフランス大会とほぼ同じ夜9時。朝練習を行った紀平は体に疲労が蓄積しないよう昼寝をするなど入念な調整を行い演技に臨んだ。そして今シーズンショートでは初めてトリプルアクセルを成功。勢いそのままにフリーでも高得点を出し、優勝を果たしたのだ。筋肉の張りとかはすごくもともと調整はできてたので、すごい動くことができて体もいい状態でしたさらにもう一つ、トリプルアクセルのおかげで繊細に向き合えるようになったものがある。アクセルが調子よくバンバン飛べてるわけではなくて、結構靴でバタバタしてる状態で、右足がまずすごく靴がダメ、なんか位置が合わなかったので、それはスケート靴。顕著に現れていたのが2月に行われたオランダでの大会。左足は新しい方を2つで持ってきてて、右足は古いの1個と新しいの2つ持ってきてて、最初は両足とも新しいスケート靴で練習。するとジャンプを飛ぶ際に右足の靴の硬さが気になった。そこで右足だけ古く柔らかい靴に履き替え、テープを巻いて締め付けの強さを変えるなど繊細な調整を行っていた。迎えた本番。見事トリプルアクセルを成功。国際大会6連勝を達成した。すごい今回もバタバタしたんですけど、なんとか持っていけてたのかなと思います。靴や体など細やかな部分にまで気を使うことで今シーズンの躍進へつなげていったのだ。そしていよいよ始まる国別対抗戦を前に口にした意気込みは。今シーズンが始まる時から笑顔っていうのをテーマにしてて、それが達成できた試合もあれば達成できなかった試合もあったので、笑顔で終えるにしました。笑顔で終えるため目指すのは、今シーズンまだ成し得ていないショートとフリー合わせて3本のトリプルアクセル成功。それを成し遂げ笑顔で演技を終えた時、彼女はまた一歩大きな成長を遂げる。